幸せでありますように。単純な質問ですが、幸せでありますようにと言いますが、幸せの定義がよくわかりませんので、教えていただけないでしょうか。幸せっていうのはまた対照的で、それぞれの場合はそれ変わりますね。それで、我々は苦しんでいるんですね。満たされてないことは全ての生命にあるんですね。満たされてないからそういうものを探していくんですね。だから満たされてないにもかかわらず、探しているにもかかわらず、必死なものを得られないと、さらに苦しいんですね。ですから幸せっていうのは、そういう、いわゆる、まあ満たされているんだよという定義かな。完全満たされることは成り立たないんです。だからあれが欲しい、これが欲しいって希望がある場合苦しんでいるね。ああなりたい、こうなりたいとずっと考えている場合も苦しみがあるんですね。満たされてないんですね。例えば金がない人が満たされてないんですね。金が欲しいと思ってるんですね。そこで金が入っちゃったらと幸せと言うでしょ。それで普通食べてるんだけど、こんな、もう化学肥料使ったり、作ってる野菜食べたくないとかね、農薬使っているものは食べたくない。なんて言いますか、反対のあれは無農薬で、えバイオティックで作った、え有機栽培の野菜食べたいな、米食べたいなと思っている人がいる。そこでその人には、そういう手に入るチャンネルが現れるんですね。あちらの米は有機栽培で、じゃあ、買いますと。で、いいよと、さっさと送ってくれる。野菜も、ちゃんとそういう有機栽培のところ。自分には、チャンネルがあってね、コネクションがあって、そこから手に入ると。それで、ハッピーでしょ。有機栽培の米やら野菜やら食べたいと思っていたところで手に入りましたと。それで定期的に手に入るようになりましたと。それでその人にとってはそこは幸せですね。そういうわけで、こんなもんで幸せ定義できんでしょうね。だから、満たされてないっていう苦しみがあって、ある程度でそのものが手に入る時の生まれる気持ちが幸せなんですね。それがなければ生命はもう地獄でしょうね。この地獄っていうのは、そういう法則で見れば、満たされてないということは、どんどん強烈になるんです。これで満たせるチャンネルが
ものすごく細くなるんです。それは地獄なんですね。欲しくて、極限に欲しいんだけど、絶対手に入る方法はないと。だからそういうふうに生命は、それで業のエネルギーで、それでも生き延びるんです。で、それは地獄という事件になるんですね。人間界っていうのは仏教では、天界と人間界は同じ次元に入れてるんです。なぜならば、満たされてないことは同じですけど、それなりに手に入る。ですから人間界と神々の次元っていうのは、まあ、同じ次元で、まあ、いくらか必要なものは手に入る。そこでどれぐらい手に入るのか、どれぐらい苦労するのか、手に入るために苦労するレベルがどんなものかというと、我々の人間の間でも差があるんですね。満たされてないことはみんなに同じで、しかし、至って簡単に手に入る。服一着必要なところはもう50着買ってしまう人もいるでしょ。だから、どこか行くならば、まあ、車で行くならば、車1台で十分でしょうね。でも家には車は10台ぐらいあるとかね。だから、あれって、あんた幸せですかと言ったら、その人、当然幸せやと言うでしょうね。それでも、まあ、車は10台持っているのに幸せじゃないと言ったら、なんか別な満たされてないものがあるはずなんですね。あるいは奥さんに逃げられているとかね。子供がな、子供に恵まれてないとかね。何かあると、不幸ですと。じゃあ、イギリス王室は幸せですかと。わからん。そんな外から見て、やっぱりわからないんです。幸せか不幸かと。例えばイギリスの決まり、王室の決まりと、例えばまあ、イギリスの王室の誰かが海岸で泳いで、いろいろスポーツやって遊びたいと気持ちがある。仲間たくさんと一緒に遊びたいと気持ちがある。いろいろ知り合いの女の子たちとも一緒に行って、みんなね、はちゃめちゃ、できるでしょう。いくらでもお金あるしね。でも、王室の決まりとして、公でそんなことやってはいけないんですね。で夫婦であっても手をつないではいけないんです。アメリカ、ヨーロッパではね、まあ、どこでも気になったらキスするでしょ。夫婦同士で禁止です。
だから、まあ、公の活動に夫婦できる高質素な夫婦がいて、その時なんとか相手にすごいなんとか感謝の気持ちが何か、あんたすごいなという気持ちが生まれて、キスしたくなっても、俺手我慢しなくちゃなんですね。その実感取ったらもう意味がないんだからね。例えば、もう人々はお互い抱きしめて喜びを表現することもあるでしょ。抱き合ってね。例えばオリンピック金メダル取ったら、それ、今回は誰にも参加できませんでしたけど、例えば日本の選手が金メダル取っちゃうと、観客の方々はみんなお互い抱きしめてワイワイと喜んじゃうでしょ。こうしの人々をその気持ちになっちゃうとできませんね。例えばオリンピックを見ようと参加したとしましょう。自分の国の選手がいて、まあ、で、金メダル取ったっても別に、それだけで終わっちゃう。はーっと手を挙げて、やったーとかね、絶対やってはいけないんですね。でも人間だからそういう気持ちになったらどうする？だから、やっぱり、幸せか不幸かようわからんですね。不幸やと思った一人が逃げちゃったんですね、アメリカに。こんなに不幸で地獄にいたくないんだと。そういうわけで幸せの定義っていうのは、そんなもんで考えてくださいね。だから、生命はね、人間でもあろうか、神であろうか、動物であろうか、未生物であろうか、満たされてないんです。満たされてないものはいくらか手に入ると幸せを感じる。だから生命にとってはいくらなんでも満たされてないものは100点満点では得られませんだけど、それなりにあった方がいいんですね。だから仏教はそれを幸せでありますようにいう言葉で、その気持ちを表現しているんです。幸福でありますようにと。すべての幸福がそういう相対的で、対照的で、アブソリュートってそう絶対的なものじゃないんです。カラスは死んだネズミを見つけたら幸福ですね。人間が死んだネズミに出会ったら不幸ですね。そういうことで幸福っていうのは定義する場合は生命は常に満たされてない生き方しています。それで、ある程度で満たされてほしいんですね。満たされる、ある程度でこの欠けているものはあってほしい。そうでないと命が壊れてなくなるんです。人間に栄養が必要です。で満たされてない体は栄養なし、回転することはできないんです。そこで栄養が入らなかったらどうなる？死んじゃいますよ。それは不幸というでしょう。ですから、ポイントは簡単だと思いますね。すべての生命には
生命の定義としては満たされてない。だから満たされ、その必要なものは探し求めることで生きているということになるんです。そこで100点満点では得られませんだけど、ある程度でいただかないと満たされてないものはね、生命は成り立たなくなります。すぐ直ちに死んでしまいます。はい、そういうことで、幸福の即世間的な定義です。仏教の定義は、出世間的な定義は別です。満たされてないっていうこと、気持ちを直しちゃうんです。いわゆる割愛ですね。消すんです。それで問題は終わり。満たされてないと気持ちを燃えるのは割愛なんです。割愛なくなったら別に。話がそこで終わり。それは本物の幸福ということになるんです。究極の幸福。割愛がなくなること。割愛がある程度で満たされることをね、満たされるその場合は、単語は正しくないんだけど、満たされるっていうのは完璧に入るではなくて、ある程度で、得ること。で、その生命体の幸福が決めます。はい、説明は以上です。